大君という名の宿命を背負う女。セイラマスの人生、ガンダムキャラ解説。セイラマスはアニメ「機動戦士ガンダム」に登場するキャラクターです。劇中ではオペレーターの一人としてアムロをはじめとしたパイロットたちを上手におだてる一面を見せたりする一方、 G ファイターやコアブースターに登場するなどパイロットとして活躍する一面も見せました。非常な姿勢からか艦長であるブライトからさん付けで呼ばれており、ファンからもセイラさんで定着しているキャラクターです。今回はそんなセイラマスの人生について解説させていただきます。すぐガンダムも降りるわ。戦力的には自信を持って。いいわね。へえへえ、セイラさんは気休めがお上手で。セイラマスは宇宙世紀0062生まれとされています。アニメ「機動戦士ガンダム」の舞台である宇宙世紀0079には17歳で医学を勉強する医者の卵であり、サイドセブンでの戦闘に巻き込まれたホワイトベースの避難民の一人として登場しました。ホワイトベースに避難民を収容する際には手を貸そうともせず、自分のことしか考えていない開始伝を平手打ちして軟弱者と叱責したことから、開始伝といえば軟弱者とネタにされるまでになりました。サイドセブンに潜入するジオンのシャアに対して毅然と拳銃を突きつけますが、マスクを外した素顔に生き別れの兄であるキャスバルの面影を見出し動揺を見せます。シャアもまたセイラが妹のアルテイシアであることを悟り動揺しましたが、2人はホワイトベースとジオン軍へそれぞれ戻っていくのでした。セイラの家族関係は非常に複雑になっています。まずセイラの本名はアルテイシア・ソムダイ君です。全人類の宇宙移民化により地球環境の保全を図るべきという思想と、スペースノイドは地球から離れて自立した生活を送るべきという思想、そして人類は宇宙環境に適応した新人類ニュータイプになれるという思想、この3つを組み合わせた思想ジオニズム。アルテイシアはこのジオニズムの提唱者ジオンズム大君を父に、シャア・アズナブル元キャスバルレム大君を兄に持つ家系です。幼少の頃に父が死去し、当時大君派だったジンバラルの元へ兄と共に引き取られることになりました。その頃大君の死によってザビ家が台頭してジオンのトップを独占しており、ジオンズム大君の死はザビ家が仕掛けた暗殺であったと推察する話がアニメ内ではシャアの口から語られています。こういったシャアやアルテイシアの幼少時代の話はオリジン版で詳しく語られました。まず大君の死後、ザビ家による迫害を恐れた大君派はアルテイシアをマス家の養女として逃がし、アルテイシア・ソム大君からセイラマスに改名し、素性を隠しながら地球で過ごすこととなります。しかし再び危険にさらされたことから、養父のテアボロマスと共にサイド5のテキサスコロニーへ移住しました。こうして平和に暮らす兄弟でしたが、母アストラヤの死を知らされ、兄シャアはザビ家への復讐を胸に秘めてサイド3へ旅立ち、セイラはルームで医学生になりました。一時的にテキサスへ帰った際は、一年戦争開戦前の混乱に応じたボートの襲撃に巻き込まれ、銃を取って戦いますが、その最中テアボロマスと死別しています。その後は一年戦争開戦時医療ボランティアとして滞在していたサイドセブンでホワイトベースに登場することになります。シャアは父を死に追い込んだザビ家への復讐を誓いましたが、セイラは父の死について幼少で未だよく事情を理解できなかったことに加え、マス家で優しく成長したこともあって、ザビ家への復讐といった負の感情を持たない人物として基本的には描かれました。しかし媒体によって心情は異なっています。まずテレビアニメ版ではホワイトベースに登場して以降、医者の卵であることから当初は医療スタッフの補助を行っていました。はじめはブライトに気を許しておらず、突っかかるような態度を見せていましたが、ブライトとアムロレイが険悪なのを察して通信士の役を買って出るなど協力的な姿が見られました。パイロットのプライドをくすぐってモチベーションを高める巧みな面を見せており、下からおだてのセイラさんなどと揶揄されています。また正規兵に代わってホワイトベースの機銃座を担当した際は初めてにもかかわらず即座にマゼラアタック1両を撃破し、正規兵から称賛される姿も見られました。シャアの動向を知りたい一心でガンダムに無断で登場し、ジオン兵と接触を試みた際にはガンダムをザクに捕獲されそうになりますが、アムロが狩るガンキャノンに助けられました。また
捕虜にしたコズン・グラハムからシャアのことを聞いた際は、兄が生きていることを確信して涙を流していました。その後、ランバラルがホワイトベースを襲撃した際には、ガンダムを無断で持ち出して謹慎中のアムロに代わって一時的にガンダムのパイロットを務めることもありました。なお、ランバラルはジンバラルの息子であり、セイラは幼少時よく可愛がってもらっていました。ホワイトベースに侵入したランバラルは白兵戦を繰り広げる中で突然のアルテイシアとの再会に驚きますが、最終的には退却せずアムロやセイラたちに敗者の定めを見せつけ、その命を散らせました。中盤以降はアニメでは G ファイター、劇場版ではコアブースターの正規パイロットとなります。当初は自信がなく不安げにする様子でしたが、多数のモビルスーツを撃破するなどの戦果を上げていきました。作中を通して兄であるシャアとの関係は複雑なものとなっていきます。ホワイトベースがジャブローに寄港した時には潜入工作を行っていたシャアと再会します。復讐に生きる兄を諭すセイラでしたが、シャアは逆にセイラに地球連邦軍を辞めるよう言い残し立ち去っていきました。再び宇宙へ出た後、ホワイトベースがテキサスコロニー近くに移動した際にもシャアと再会しました。しかしやはり2人が歩み寄ることはできませんでした。その後、シャアからセイラへの手紙を添えて金塊を詰めたトランクがホワイトベースに回収され、ブライトに尋ねられたセイラは自らの素性を明かし、ホワイトベースのクルーで分けるようにと金塊を差し出すのでした。一年戦争の最終決戦となったアパオア空戦では、生身で決闘を繰り広げるアムロとシャアを制止に入った際、爆発に巻き込まれますがシャアに助けられました。その後、シャアはキシリアザビへの復讐に向かい、セイラはアムロの誘導を受けてホワイトベースのクルーと共にアバオア空より脱出し、一年戦争から生還しました。テレビ版では負の感情を持たず、アムロとも戦闘でのパートナーシップ以上の親密な恋愛感情を匂わせる描写はなかったセイラですが、小説版機動戦士ガンダムではテレビ版と異なり、アムロと肉体関係を持ちアルテイシアであることを明かした上で、シャア殺害計画をアムロに託そうとするというテレビ版で見られない一面が描かれています。兄さんなんでしょう。バカなことはもうやめてください。またオリジン版では兄への憎悪が強調され、シャアを殺すようアムロを焚きつける場面が描かれました。さらにアバオア空でジオン兵に捕らえられた際には、自分がアルテイシアであることを明かし、キシリアザビに対する反乱部隊の象徴として担ぎ上げられる様子が見られます。なお、オリジン版の一年戦争後を描いた特別編アルテイシア 0083 では、アストライア財団の一員として戦災孤児の救援活動を行い、ミハルラトキへの帰りを待つ弟のジルと妹のミリーを財団で見守っていたことが明かされ、カイの心が救われる様子が描かれました。一年戦争後は政治や軍隊とは距離を置いた生活を送っています。テレビ版機動戦士ゼータガンダムでは、クワトロ・バジーナが自らの素性を明かしてまで行ったラカール演説のテレビ中継をどこかの別荘で憂いを帯びた表情で見入っているシーンが描かれています。また小説版機動戦士ゼータガンダムでは、株式売買で生計を立てており、キャスバルからの手紙を一度だけもらったことも明かされています。漫画機動戦士ゼータガンダムディファインでは、医師として働く中、行方のわからないアムロレイの居場所を知りたいキャスバルがセイラに接触する様子が描かれています。その後、テレビ版機動戦士ガンダムダブルゼータでは、投資家として暮らしていることがブライトから語られているほか、死んだと思われていたジュドーの妹リーナ・アーシタが実はセイラに助けられていたことが描かれています。その後は目立った出番はありませんが、いくつかの媒体で登場しています。まず書籍電撃データコレクション7機動戦士ガンダム逆襲のシャアの挿絵では、ネオジオン総帥となったシャアの演説が放映される中、セイラらしき人物が街頭で描かれています。また小説及び漫画機動戦士ガンダム逆襲のシャアベルトーチカチルドレンでは、アクシズ落下におけるサイコフレーム共振の際に、シャアが懐から幼き日のセイラの写真が入ったソケットを取り出し、セイラの住む地球にアクシズを落とさずに済んだことに安堵する様子が描かれました。余談ですが、セイラはアムロほどではないにしろニュータイプの能力の片鱗を見せています。ララースンの乗るエルメスのサイコミュにわずかに反応を示したアバオア空戦では、シャアの気配を察知してその方向に進み、シャアとアムロの戦いに割って入りました。そんなセイラさんが
映画ククルス・ドアンの島でもニュータイプの片鱗を見せる様子が描かれているほか、凛々しいセイラさんと誤解を招くスレッガーの面白いやりとりなど見どころ満載になっているので、ぜひ皆様も劇場でご覧ください。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。